こんにちは、ペンタロウです。 XSR900GP に乗っていて、こんな変態バイクを作るヤマハのバイクは何が売れているのか気になったので、 50cc クラス以外の現行バイクを全部人気順にまとめてみます。25位 FZX、 販売台数74台、 XSR に方向性が似ている 149cc 単気筒バイクです。インドなどで売っているようで国内モデルはありません。国内では並行輸入扱いで35万円から40万円くらいで売られているようです。125だとちょっと微妙という人が買っているのかもしれません。24位 YZF-R125、 販売台数100台、こちらは国内正規販売モデルです。並行輸入の FZX と大して変わらない販売台数というところがシュールですね。 R125 は割と厳しめの前傾姿勢で、 R25 や川崎忍者250のようななんちゃって前傾とは全然違います。物好きが買えばそれでいいんだという姿勢がヤマハらしくて好感が持てますね。23位 MT125、 販売台数150台、同じく 125cc の一角です。MT の方が R125 より 1.5 倍売れているのは少し意外でした。モタードの匂いを感じるアグレッシブな走行感覚は面白く、個人的には125ファミリーの中で一番好きです。22位 XSR155、 販売台数231台、こちらは国内モデル発売前なので海外モデルです。排気量が違うとはいえ並行輸入なのに国内正規モデルの MT125、 YZF-R125 より売れていますが、日本では丸目が売れるガラパゴスな神話はどうやら本当のようです。日本人はなぜ丸目ヘッドライトが好きなのか大いなる謎ですが、ペンタロウの手元バイクも丸目率が高いので人のことは言えません。21位 YZF-R15、 販売台数266台、 YZF-R15 は国内モデル185台、海外モデル81台です。国内モデルがありながら海外モデルも売れているのは値段によるのでしょうか。 R15 は125よりもトルクがあって乗りやすいのはイメージ通りで、車体の感じは125レベルの軽量感なので利便性が高いです。20位 YZF-R9、販売台数300台、 R9 は集計値がありませんがおよそ推定できるためランキングに入れています。2025年10月発売、計画300台ですが、発表日に売り切れた伝説のモデルなので台数300台ということで良いでしょう。2026年は標準から600台、70周年から200台と前年より販売計画台数が増えましたが、年初の発表からすぐ売り切れていたようです。19位トリシティ125、販売台数350台、前二輪後ろ一輪の三輪車で車両の区分は二輪扱いです。トリシティはすべて国内販売終了とアナウンスされました。2026年の夏に国内モデルの生産を終了するようなので、欲しい人は急いで在庫を漁りましょう。三輪モデルは以前内見もありましたが、内見の方は数年前にすでに終了しています。車両の輸送などのカテゴリーでも巨大サイズの部類になっている通り、結構大きい設定となっているので、気軽に原付に毛が生えた気分では使いにくいところでもあります。18位 T-MAX560、 販売台数411台、ビッグスクーターの T-MAX、 競合はあまり多くなく 750cc のホンダ XADV、 400cc のスズキバーグマン400あたりと各メーカーが排気量で住み分けています。このうち XADV のトランスミッションはマニュアル構造でクラッチが2つの DCT ですが、 T-MAX はスクーターに一般的な CVT が使われています。エンジンは直列2気筒で、クランク角は360度とちょっと珍しめの存在です。17位トレーサー 9GT プラス YAMT、 販売台数418台、便利装備全盛りのヤマハツアラーフラッグシップ、ヤマハの主力モデルの一つの MT-09 ファミリーの一角です。販売店に聞くところによると、購入者はアダプティブクルーズコントロール目当ての人が多いとのことでした。唯一の弱点は地図がガーミンなことでしょうか。各社ともツアラーモデルには力が入ったものが多いですが、トレーサー 9GT プラスで満足できない人はもうホンダゴールドウィングしか救済の道はありません。16位 YZF-R1、販売台数450台、最近ずっと万年買えないモデルとして鎮座しています。バックオーダーの人たちがずっと行列を組んでいるので、新参者が問い合わせてものれんに腕押しだったことでしょう。近年は終了する方向で進んでいたようですが、海外メディアのメーカー取材ではあの時とは状況が変わったというコメントもあるようで、もしかすると排ガス規制対応のアップデートで継続もあるかもしれません。15位 MT-07、販売台数493台、700ファミリーのベ
ベースモデルです。こちらは普通のマニュアルモデルの集計値となっていて、オートマモデルは含んでいません。最近デンスロにアップデートされてマイナーチェンジと言っていいのかレベルで進化しました。 MT はマスターオブトルクとのことですが、実際ヤマハの700モデルは低回転トルク側に強く振られていて、同クラスの他社バイクと比べて低めの回転数で速度が出せる仕様になっています。14位 MT-07YAMT 販売台数494台。 MT-07 のオートマモデル、マニュアルモデルとほぼ同数出ているので需要は半々に分かれているようです。なぜ集計値が別かというと、オートマモデルは型式が RM50J、 マニュアルは RM48J となっていて、型式違いの別車種扱いになっているためです。参考までにホンダ CB650R と CBR650R のように見た目違うのになぜ集計値が合算なのかという質問がたまにありますが、このシリーズは E クラッチモデルも合わせて全部型式が 8BLRH17 と同じになっているため、集計値は一つになっています。13位トリシティ155、販売台数551台。19位に出てきたトリシティ125の 155cc 版です。アップデート前の旧モデルと合算した数字ですが、 155cc の方は意外に台数が出ていました。こちらも販売終了になりますが、 125cc に遅れて秋に生産を終える予定のようです。12位 MT-09、販売台数910台。スタンダード版と SP の合算です。知っている人で MT-09SP を毎年のように買い替えてひたすら乗り続けている人がいますが、この 900cc3 気筒が好きだと他に移りづらい気持ちはちょっとわかります。スタンダードモデルは125万円くらいなので、今時のこの辺のクラスとしてはお手頃価格感がありますね。11位 XSR125、販売台数1000台。 125cc なので集計値が100台単位くらいのアバウト値になっています。 XSR125 はヤマハフルサイズ125ファミリーの中で唯一生き残りを果たすことができました。残念ながら MT と YZF は終了しますが、ここまで在庫がダブつくと致し方なしでしょう。 XSR125 はローシート版も追加販売されているので、シート高に不安がある人には選択肢が増えました。10位の前にランキング外のバイクについて紹介します。 MT-10 は現行が2025年5月発売で計画100台。大型クラスは400台以下は県外のため、実際の販売台数は不明です。在庫はぼちぼち見かけるので、おそらく海外 FZX の74台より少なそうな雰囲気です。 MT-09YAMT、こちらは2025年5月発売の現行がマニュアルモデルと合算で計画1200台だったので、ある程度はけていたとして290台の計算です。09の YAMT ならトレーサー 9GT プラスを買うという人も一定数いそうなので、台数少なめになっているのでしょうか。トレーサー 9GT 無印は2025年4月発売、計画350台です。 GT プラスの方は計画700台で販売実績400台くらいなので、同じような比率とすると無印の方は200台くらいと推定されます。 YZF-R7、こちらは2024年12月発売、計画400台です。発売初年度は1500台売れましたが、それ以降はランキングの足切り要因なので実態がどれくらいか不明です。テネレ700、2025年2月発売、計画500台です。かなりマニアックなモデルなので年間500台も売れるのか謎ですが、徐々に台数を増やしてきているので実績から見込んだ数字なのでしょう。 XSR700、2025年8月発売、計画200台です。イベントなどで見かけることもなくなり、どうやら在庫限りで終了するらしい XSR700 です。デンスロアップデート版を心待ちにしていましたが、その夢は叶わなそうでとても残念です。トリシティ300、2025年8月発売、計画100台です。トリシティは300も国内撤退ですが、販売計画が100台というレベルなので撤退も仕方ないでしょう。WR125R、2026年1月発売、計画1300台です。年末発表でしたが、発売は今年に入ってからなのでランキングには入りません。今年の結果が気になるところです。では10位から上に行ってみましょう。10位 X フォース、販売台数1381台。 155cc スクーターの足元フラットタイプです。ヤマハの 155cc エンジンは幅広く使われていて、スクーター以外にも先ほどのトリシティのほか YZF-R15、XSR155 などのフルサイズバイクも様々な国で販売されています。9位 NMAX155、販売台数1388台。ホンダの PCX に競合するまたぐタイプのスクーターです。
左手にシフトダウンボタンを装備していて、強めに加速したい時に使えるようになっています。シート下はヘルメットを逆さにすれば入るものは入るとのことなので、サイズ小さめの人なら一定の利便性があるでしょう。大きめディスプレイがありがたいですが、地図はガーミンしか使えないようで、ガーミンの呪いが解けるのはまだ時間がかかりそうです。8位 YZF-R3MT-03 販売台数1541台、320シリーズの万能バイクです。日常用途から遠出にも普通に使えるので買って損はありません。125シリーズで XSR だけ売れたことを見ると、このカテゴリーにも XSR がいれば売れるような気もしますが、320が流通する国では丸めバイクが微妙という関係性なのでしょうか。700シリーズは MT に対して XSR700 が売れている感じでもなかったので、排気量問わず丸めが受けるというわけではないのかもしれません。1500台の販売台数数値は旧モデルとの合算となっています。7位 XSR900、XSR900GP販売台数1584台、アイボリーのおかげでトップ10入りを果たした XSR900。前の年の台数を見る限り、ほぼアイボリーが持っていった形のようですが、相乗効果で他の色も売れたかは不明です。一応 GP も集計値が合算になっているので、セットで多少底上げにもなっています。ペンタローは XSR900GP ユーザーですが、十分変態で面白いバイクなので、ぜひ皆さん GP を買ってペンタローの仲間になってください。6位 XMAX 販売台数1949台、希少な 250cc スクーターです。 250cc スクーターというと競合はホンダのフォルツァくらいなので、そこの需要を仲良く半々で満たしているようです。車重が180キロくらいと MT-07 と同じなので、 250cc のパワーはいいけどちょっと重い、 150cc スクーターは軽くていいけどパワーが惜しいという悩ましい選択になったりします。海外で 200cc くらいの YZF-R2 が出るようなので、もし軽量な NMAX200 が出たら需要を根こそぎ持っていくかもしれません。5位シグナスグリファス販売台数3100台、 125cc の普通な感じのスクーターです。価格は37万4000円とすごく高くもないけど安くもない、ホンダのリードの方がいいかなどうかなと思う微妙な価格帯になっています。4位 YZF-R25MT25 販売台数3126台、 320cc と同型のエンジン縮小版です。台数は320と同じく旧モデルとの合算で、320に対して約2倍売れています。性能は明らかに320の方が上で、低回転トルクもあって扱いやすいですが、250の気楽さが受けているのでしょうか。250cc は車検がありませんが、車検は運輸支局に自分で持っていけば、250cc に対して追加でかかる費用は検査手数料と重量税合わせて8000円くらいだけなので、車検を理由に 250cc にするのはコスト面ではあまりプラスはありません。と言いつつペンタローも 250cc は車検の期日管理をしなくて良いのが気が楽で、ついつい250に惹かれてしまいます。車検があってもなくても日常点検や必要な整備は変わらないので、 250cc もきちんとメンテナンスを心がけてください。3位ジョグ125販売台数3500台、ヤマハの 125cc 最安スクーターです。27万600円なので、豪華装備スクーターと比べるとだいぶ心が軽いですね。1万1000円安いジョグ1というモデルがあって、ジョグ1の方は原付免許でも乗れる仕様です。ほぼ値段が変わらない上、大幅でチューンされているのと、さらに2段階右折待ちの入れ食いポリスの餌食になるので、もう原付免許や普通免許のおまけはこの世から消えたと思った方が平和に過ごせると思います。2位 NMAX 販売台数4600台、9位の NMAX155 と車体は同じでエンジンが小さくなっているモデルです。 155cc の3倍ほど売れていますが、小型二輪免許の人とファミバイ目的の人にも愛用されています。一番人気モデルのホンダ PCX よりほんのりお高い38万9400円なので、 PCX かぶりが嫌な人とヤマハ好きの人たちの受け皿になっているのかもしれません。 NMAX155 と違い、メーターは地図用ディスプレイがなく普通のモノクロ液晶だけになっているので、それ目的の人は間違えないようにしてください。1位アクシス Z 販売台数5000台、トップ3は 125cc スクーターが占めました。29万2600円とジョグ125より2万円ほどお高いですが、
シート下のスペースが広く、走行に関する性能も一段上なので、2万円差ならアクシス Z の方がお得に感じる人が多そうです。それゆえの1位なのでしょう。首都高にたまに乗りたいペンタローは 125cc だとちょっと不便になりますが、そういうケース以外は 125cc は価格も抑えられていてありがたい存在ですね。ユーザーに迎合することなく、売れることより信念を貫くヤマハの姿勢をペンタローは大好きです。さて、今年はヤマハ車を何台迎え入れることになるのか、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイポいただけるとありがたいです。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話90円メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。